窓って何なの？世界の有名な場所が全て集まっているテーマパークなのだ。そういえばここは地下鉄の世界の窓駅だね。では早速行ってみるのだ。どっちに行けばいいんだろう。世界の窓ってたくさん書いてあるよ。これは J の金字塔に向かうのがいいのだ。これが金字塔だね。金字塔ってピラミッドのことなんだね。そしてこれが世界の窓なのだ。これが世界の窓の看板だね。世界中の有名なものを集めたテーマパークだからエッフェル塔があるのだ。ほんとだ。この辺りはレストランだね。これは昔はモノレールが走っていたが今は走ってないので明かりをつけてごまかしてるのだ。確かにモノレール走れなそうだね。なんかいろんな像が立ってるよ。ミロのヴィーナス、ダビデ像、カンボジアっぽいのとかよくわからないのだ。まずはチケットを購入するのだ。値段は220元だったよ。日本円だと4500円くらいかな。では早速入ってみるのだ。入ったがまだここは前庭みたいなとこなのだ。なんかすごく広そう。そりゃここに世界中があるんだから広いのだ。ここの壁や柱もアンコールワットだとかローマだとか混じっててめちゃくちゃなのだ。前庭から中に入るとエッフェル塔がドーンとそびえてるよ。これは本物の3分の1サイズなのだ。本当はこのエッフェル塔上まで登れるのだが工事中みたいで入れなかったのだ。それは残念だ。こっちには凱旋門もあるじゃん。なのでこんな撮影もできちゃうのだ。パリの春天だって中国なのにのだけひらがなだよ。なぜか中国ではひらがなのだけ通じるのだ。これはレストランみたいだね。どうもパリがメインみたいだな。他の国もあるの？世界各国ほとんどあるのだ。これロンドンだね。パリに比べるとサイズが小さいな。でもロンドン橋もちゃんとあるのだ。ウェストミンスター宮殿とビッグベンもあるね。こっちは多分バッキンガム宮殿だね。
のだ。謎の乗り物も動いているのだ。こっちはモスクワの聖和シリー大聖堂。これはロシアのキジ島の木造教会。围绕在教堂周围的是一些古シンガポールのマーライオン。これはスリランカのアヌラーダプラの仏塔。多分これはミャンマーのバゴーにあるシュエモードーパや、ネパールのカトマンズにあるスワヤンブナート。そしてカンボジアのアンコールワット。全体をちゃんと作ってあるのだ。そしてここは日本コーナーなのだ。何これ、おたふく。顔なしもいるじゃん。こっちは厳島神社なのだ。これはどっかの太鼓橋だよね。これはなんだ、コンクリートの山。どうも富士山らしいのだ。これが富士山。全然違うよ。でもここに曲速富士山と書いてあるのだ。ほんとだ。でも曲速富士山ってどういう意味だ。こっちは桂離宮の中の茶屋、賞金亭なのだ。これは法隆寺だ。結構日本のコーナーたくさんあるね。この法隆寺は15分の1スケールなのだ。でもよくできてるよね。お、姫路城天守閣だって。姫路城ってこんな森の中にあったって。こっちは桂離宮なのだ。日本の有名な場所が微妙なセレクションだな。桂離宮はちゃんと中に入れるサイズで再現してるのだ。中が汚れてるな。それにしても再現のサイズがものによって違いすぎる。ちゃんと入り口もあるのだ。そしてこっちはなんと日本の皇宮もあるのだ。つまり皇居だよね。しかし中国に皇居の中まで知られているとは。すごく細かく再現されているのだ。韓国からはキョンボックンが再現されているんだね。日本のはいっぱい再現されていたが、韓国はこれだけなのだ。北朝鮮からはコトンムンだね。こっちはタイの王宮なのだ。植物で作った動物たちもある。 The tower does not seem to hold. こっちはイタリアだね。ピサの諸島。 The complex dwarfs its actions. ピサ大聖堂もあるのだ。
車が壁から飛び出してきてる。なんかどっかで見たことあるような。ご丁寧に旅行カバンが3つあるのだ。オーストラリアのオペラハウス。オーストラリアのエアーズロックなのだ。こっちは何だろう。どうもハワイのフラダンスを見せてくれるステージのようなのだ。さっきのがオセアニアエリアだったみたい。そしてこっちはヨーロッパエリアだって。ベネチアのサンマルコ広場なのだ。何分の1スケールかわからないけど雰囲気はちゃんと出てるね。これはオランダだよね。これはスペインバルセロナのグエル公園にあるお菓子の家なのだ。ガウディが設計したんだよね。こっちはフランスのモン・サン・ミッシェル修道院なのだ。こっちはイタリアローマにあるスペイン広場なのだ。ローマの休日でヘップバーンがジェラート食べてたとこだよね。ヨーロッパ風の衣装を着て写真撮ったりできるらしいよ。これはどこだろう。タヒチかな。ここはアフリカケニアのマサイマラ国立保護区なのだ。動物のオブジェが置いてあるだけだな。しかし結構リアルに作ってあるけどね。さて次はエジプトのギザのピラミッドなのだ。スフィンクスとピラミッドが再現されているね。ピラミッドとエッフェル塔が一緒に見れるよ。こっちはアフリカのコーナーなのだ。アフリカ村って書いてあるね。アフリカのどこの国の村なんだろうか。ツタンカーメンのエリアがあるのだ。これ何なんだろう。つまりエジプト風お化け屋敷みたいだな。骸骨。ミイラにコブラ。重点的是，我也祝你们在結構世界之福広いお化け屋敷だったな。能够快乐。さっきのピラミッドエリアの下がお化け屋敷になってたのだ。コロラドキャニオンだって。どうも激流滑りみたいなアトラクションがあるようなのだ。こっちはナイアガラの滝なのだ。もちろん
はかなわないけど結構大きいんだよね。アメリカのラシュモア山にある大統領の彫刻なのだ。ここはもうアメリカのエリアだね。これはニューヨークだよ。ワールドトレードセンターがあるのだ。アメリカ議会議事堂があるよ。これはワシントン記念塔だね。ホワイトハウスもあるのだ。あれは自由の女神だね。メキシコのアトランティス像なのだ。メキシコのチチェン・イッツァのピラミッドだ。メキシコの巨石人頭像もあるよ。イースター島のモアイ像だ。後ろにナスカの地上絵もある。インディアンの村もあるのだ。こっちはアルプスだって。ここはアイススケート場になってるよ。向こう側にも何かあるらしいのだ。こっちは雪の世界だよ。ソリができるらしい。一日で世界中を回るのも大変だったのだ。このテーマパークでかすぎて回るの1日がかりだったよ。ということで今回は終わりなのだ。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。